こんにちは、上野ありさです。今日は久々のメイク動画を撮っていきたいと思います。で、メイク動画今日は最近の毎日メイクにしようかなと思ってアップデートができてなかったので、今日は最近やっている毎日メイクをお見せしたいと思います。喋りながらで、毎日メイクといっても毎日同じプロダクトを私は使うわけではないので、これもよく使うよっていうものも紹介しながらね、できたらいいなと思ってます。ピンがない。はい、下地はいつも通りダルバのこのトーンアップですね。これは本当にすっぴんの時も使うし、化粧下地としても使うし、けどがっつり顔を作り込む時とかはちょっと色が入った下地を使うこともあって、その時はこの最近マリリンさんからもらったビムの下地を使うことが多いかなっていう感じです。もう手のひらでこうベターって塗っていきます。でね、これね、サンゴコーラルフリー、コーラルセーフなので、今度宮古島に行くんだけど、宮古でも全然使えるわけ。海で使えるわけ。サンゴに害がない日やけどね。これも何本目かわかんないくらいずっと使ってるんだけど、大好きな下地で使っています。で、ファンでは最近よく使うのが、もうね、机が大荒れですよ、本当に。この間動画で紹介したヒンスのこっちの方が使うかな、セカンドスキンメッシュマットクッション、私は23番サンドとビム、これもマリリンさんなんだけど、これがすごく動画でね使わせてもらったらめちゃくちゃ良くて、エフェクトライクフィニッシュクッションファンデーション26番、この2つとか、最近はクッションを使うことが多くて、この2つを使うことが多くて、でリキッドタイプを使う場合はこれですね、メイクアップフォーエバーのこのリキッドが一番多いかな。あとこれ 1N14 番なんだけど、とあとトム・フォードのこのストレスレスソフトマットファンデーション 2.5 番、これを使うことが多いかなって感じです。では今日はこれにしよう、マリリンさん使いたいと思います。本当にね、このクッションすごいんだよな。何なんだろう、なんかね、色もすごく今の私に合ってるのと、お肌をめちゃくちゃ綺麗に見せてくれる。で、カバー力もまああるんだけど、ツヤもツヤツヤしすぎなくて、ツヤツヤしすぎると私結局パウダー塗っちゃうので、これ初めて塗った時にめちゃくちゃびっくりして、肌が綺麗すぎて。で、リフィルも買ったし、これも買っちゃった、コンシーラー付きのやつも、こっちにコンシーラーがこうついてるやつも追加で買っちゃったぐらい、これはいただいたんだけど、こんな感じでお肌がすっごく綺麗になりました。で、塗りましたら、シェーディングは使うのがヒンスのこれの 001L001 番の上のクリームタイプ、これがすごいナチュラルで素敵か、このレアビューティーのスティックハッピーソルっていう色。これちょっとでもね、赤みが強い茶色なので、ちょっとその点がもうちょっとちょっとグレーっぽいっていうのかな、こっちの色の方が肌なじみが良くて私は好きなんだけど、これだとちょっと薄い時もあるので、ここにさ、大きい乾パンがあるの。乾パンってどうすればいいんだっけ？シミとかのレーザーじゃ取れないんだよね。もうやだー、この乾パンどんどん濃くなっていくんですけど。で、コンシーラーはヒンスが多いね、23ナチュラルか、この最近のマリリンさんのこれのすごいいいのがさ、筆がさついてくるんだけど、このなんかパフと筆がついてくる。よくない？ちょっとこっちでちょっとやってみようかな。オレンジっぽい色を目の下とか、そんな感じがする。確かあんまりこのカラーコレクト系わかんないんだよね、何色をどこに入れたらいいのか。ノーズシャドウは未だにこのアルマーニのAコントゥアってやつ、これさ廃盤になっちゃったのかな最近。てかもうこれなくなりそうで、てかずっとなくなりそうなまま使ってるんだけど、これめっちゃノーズシャドウに良くてさ、買い足したいんだけど。てかこれに似てるやつとかをセファラで探してみたんだけど、やっぱなかなかないんだよね。で、結局ノーズシャドウ探してたのに、なんかセファラでいいのがなくて、ハイライトを4つも買ってしまったという意味不。はい、そしたらパウダーです。パウダーはウォンジョンヨさん、またさん付けウォンジョンヨさんだけ。
まずブラシでほわほわほわっと顔全体に、ちょっとのせて、ビューティーブレンダーのパフがあるんだけど、それをこうやって取ってちょっと手でなじませて、目の下とここね、マリーさんに言われた。マリーさんの動画の方が先に上がってんだっけ。こんな感じで押さえます。そうしたら肌がほぼほぼ完成。なんかやっぱね、肌に一番時間かかるなって最近思って。で、チークは今までずっとレアビューティーのホープをさ、本当にずーっと使ってたんだけど、これが素晴らしい。ナーズの新作の、アフターグローリキッドブラッシュの、これ3052なのかな。これオーガズムの色だと思うんだよね。これがさ、めっちゃいい。すごい。これ例えばナチュラルさん向けでもある気がする。ナチュラルさんでも、すっぴんの時に日焼け止めとこれだけとかでもすっごくヘルシーで可愛いと思います。だからリキッドのチークはもうこればっか使ってる最近。で、ナーズのオーガズムのやつはすっごく昔なんだけど、オーガズムが出たばっかぐらいの時に買ったこのスティックタイプのを持ってて、これもすごく好きなんだけど、だから1回塗りだとこのくらいの濃さなんだけど、ちょっと重ねたりして、でも私この後にさらにパウダーチークをやっていくので、そんなに重ねなくてもいいんだけど。で、チークはですね、よくやっぱディオールのパウダーを最近はすごく使っておりまして、ルージュブラッシュの219番という色か、これね、これさ、私さすっごく好きでさ、これもともとのパッケージがこっちなのね。で、今は全部大文字になった。ちょっと変わったの、パッケージ。もともとのはもうこんなに使っちゃっててわけわかんなくなってんだけど、新しい方はもともとはこうだったの。で、ディオールって入ってる。かわいい。で、しかもさ、これ鏡ついてんだよ。結構すごくない？このコンパクトさで鏡ついてる。多分ね、みんな好きなのね、ローズウッドだと思う。使いやすそうじゃない？私はやっぱりこのピンクですね。ロージーグロー。このロージーグローってもともとこの一色、さっき持ってたやつだったんだけど、新しい色がいっぱい出たみたいで、ロージーグローを上から重ねます。このね、ロージーグローのいいところは、こんな色してんのに肌にすごく馴染むの。青みピンクなのに青み感がなんかね、いい感じに肌に馴染む。それがすごく好きで使っています、よく。はい。そうしたら眉毛最近あんまりね、こだわりがなくって困ってる。 RMK のアイブロウカラー02番の黒いのをちょっと茶色くするぐらいで、乾かしてる間にアイシャドウやっていこうかなと思います。アイシャドウも最近すごく雑で、最近はもうベースにかける時間の方が圧倒的に長くって、アイシャドウとかは結構ステップが少ないことが多いかなって感じです。レアビューティーのスティックアイシャドウで、ボビーのすごい好きでいつも使ってたんだけど、最近もうそれすら、このね、グラデーションとかレイヤーを作ることすらめんどくさくて、これ一本でやってて、上からちょっとパウダー重ねるんだけど、この色はね、コンテントメントという色です。もうこれを普通にこうやって塗って適当に、で下まぶたにも塗って、でブラシでなじませて、こんな感じでちょっと眉毛を描いちゃいます。眉毛はリファイって言うんですけど、レフィかなのライトっていう色。すっごい細いペンシル。もう細い必要も特にないんだけど、毛を描くわけでもないから。そうしたらボビー・ブラウンのリュクスアイシャドウリッチスパークルの10番サンフレアっていう、この色がすっごく綺麗で、前も何度も動画で紹介したことがあると思うんだけど、これを上に塗っていきます。手でもいいんだけど、手で塗ったりブラシで塗ったり、なんか気分でやってます。このラメ感がすごく好きで、一気になんかちゃんと化粧してます。よそ行きみたいな風になるので好きです。で、ハイライターは今日はこれにしようかな。ハ
イライターよく使うのは、この間ニューヨークのやつで紹介したマリオン、メイクアップバイマリオンのオパールハニー。オパールがこんな感じ。で、ハニーがこんな感じ。で、あと、読めません。なんて読むのこれ。サイエみたいなやつのクリームハイライターを使っています。グローい系のお肌の作り方してて、ツヤ感ベースでいくなら、こののクリームハイライターもすごく好きなんですが、今日はオパールで白でいこうかなと思います。まず、ここに、ほら、いきなり、ツヤー。光をここに集めます。で、ほら、すごくない？で、鼻。ピュンピュンピュン。ほら、あら。光が来た。すごいよね、ハイライトって。で、二刀流、ハニーを。ここにね。はい。そしたら、あとアイラインとマスカラで終わりです。アイラインは、レアビューティーの、この間買ったやつ。トゥルーブラウン。入れて。で、ウォンジョンヨンさんの、なんかアイラインもほんと、その日の出来高出来って感じ。で、インナーもちょっとだけ描きます。まあ最近ね、描かない日もあるんだけど。まあ描いた方が写真は盛れるんだよね。マスカラはヒンスのクラシックブラック。で、私さ、マスカラ絶対まぶたにつくの。絶対まぶたにつくから、これ買ったの。普段使わないけど。頑張ってみようかな。これ、濡れてんのって。こんな細かいこと普段はしませんが、今日は皆さんにお見せしているので、綺麗な仕上がりにしたいので、これを使いますね。もうめんどくさいから普通に塗ろう。つかないで、まぶたにつかないで。よし。完成？リップ。はい、リップは、最近はもうこればっかり。ナーズのアフターグローセンシュアルシャインリップスティック208番。あと、クラランスのチェリーめっちゃ使ってたんだけど、もうなくなる、これは。で、アナの機内販売ぐらいでしか買えないから、しかもセット、3本セット。色の、なんか違う色の。もう諦めた。でもこれが最近めっちゃいいの。で、塗るとさ、ツヤなのよ。で、リップが細いのも結構塗りやすくて好き。だからツヤっぽいから、やっぱ塗り直しが結構必要にはなるんだけど、すごくこれいい。もうさ、ここのところがツヤツヤしてるでしょ？これとね、もう一個違う色があって、それもよく使ってるんだけど、あとこの間紹介したヒンスも使ってます、よく。で、ちょっと最近買った香水つけよう。これオードトワ、ディオールのね、限定品なんだって。この間買ったんだけど。もうね、オードトワレだから、香りがやっぱ持続はちょっとパルファンに比べてしないんだけど、だからいっぱい吹きかけて、いい香り。めっちゃいい匂いです、これ。超おすすめ。だからミニボトルとかに入れ替えてつけないと、本当にお店着いた頃に、まあそれはちょっと盛りすぎだけど、何時間か経って友達とかに昨日とかもさ、匂いするみたいな。こうやってかけはするけど、みたいな感じで言われて、全然しないんじゃん、私匂い、みたいな感じでした。はい、そんな感じで完成。はい、こんな感じで、今日は、最近私がやっている毎日メイクをご紹介しました。こんな感じで、まあ肌に結構時間がかかってるかなーっていう感じなんだけど、まあ大体化粧は15分で終わるかな。15分あれば全然余裕で終わります。そんな感じで今日は、2023年8月の毎日メイクをご紹介しました。最後まで見ていただいてありがとうございました。またメイクのね、どういうのが見たいとかいうのも、メイク動画もまた撮りたいので、ちゃんと、もしこういうのが見たいとかあったら、ぜひ、いつでもね、リクエストくれたら嬉しいです。じゃあまた次回のビデオでお会いしましょう。なんだかずっと近かったね、私。バイバーイ。